説明してもらおうかしら。どうしてテイクは増援がいらないと？こらフー、曹操様の御前よ、ちゃんと起きなさい。おはよう。で、ですね、相手は数万の袁将軍だったわけですが、前線指揮官の文州さんは派手好きですから、たった700の相手なんか相手にしたくないだろうと思ったのです。ですが、ここで曹操様が増援を送ってくださったら、向こうも喧嘩を売られたと思いますよね。袁紹さんたちの性格だと、売られた喧嘩は何であれ絶対買っちゃいます。そしたらこちらは全滅してしまいますね。なるほど。袁紹と文州の性格はよく分かっていたようね。では顔料が出てきたら、あの3人が出てくれば、顔料さんは必ず補佐に回るはずです。抑えが効きませんから。分かった、春蘭。だがお主ら、もし袁紹が700の手勢を組みしやすしと見て総攻撃をかけてきたらどうしていたのだ？損害が砦一つと兵700だけで済みますね。相手の情報はすでにそちらに送っていましたから、無駄死にというわけではないですし、袁紹さんの風評操作にも使えたと思いますけど。そうなれば貴様は逃げるつもりだったのか？まさかその状況で逃げ切れるなんて、これっぽっちも思っていませんよ。書くか？あなたはテイクのその作戦、どう見たの？書くか？カリン様のご質問だ。答えなさい。どうしたお主？誰か救護の者を呼べ。救護！ちょっと僕、お医者さん呼んできます。やっぱり出ちゃいましたか。ほらりんちゃん、トントンしますよ。トントン。すまん。カフカさん、持病でも持ってるんですか？いいえ、りんちゃんは曹操様のところで働くのが夢でしたから、きっと緊張しすぎて鼻血が出ちゃったんでしょうね。そうなのか。大丈夫だ。すまん、フー。いいえ。大丈夫かしら、書くかとやら。はい、恥ずかしいところをお見せしました。無理なようなら後ででも構わなくてよ。曹操様に心配していただいている。衛生兵！衛生兵！テイク、代わりに説明してくれるかしら。はいはい。りんちゃんは最悪の事態になれば、城に火を放ってみんなで逃げようと考えていたみたいですね。
700の兵ならそれも十分可能ですし。下手に数が増えると逆に動きが取れないと。3000の兵ではそうはいかなかったでしょう。どちらにせよ春蘭の増援はいらなかったということよ。ならばどうして行かせたのですか。2人を城に連れてくる護衛は必要でしょ。カリン様、今報告が入りまして、袁紹の軍は南皮へ引き上げたそうです。そう、こちらの損害はありません。強いて言えば周囲の地形を確認されたくらいだそうです。それは偵察を受ければ当然のこと。被害のうちに入らないわね。見事な指揮だったわ、テイク、閣下。ありがとうございます。それから2人は今後は城に戻らず、ここで私の軍師として働きなさい。カリン様、それは。別にケイファが不要というわけではないのよ。軍も大きくなってきたし、これからは複数の戦局を指揮する場面も出てくるはず。そうなった時、将がいても軍師が足りないでは済まされないわ。私はいくつの戦局でも支えてみせます。そうやって無理して自分から崩れていった軍師を何人も知っていますけど。知った風な口を。うるさい！ケイファ、私はね、あなたにそうなってほしくないの。そんなに心配なら、今宵はその身にしっかりと教え込んであげましょうか。カリン様！はい、私めの体にカリン様のお気持ち、たくさん教え込んでくださいませ。なら今宵の軍議は解散よ。テイクと閣下は部屋を与えるから、今日はゆっくり休みなさい。ルルとカズトは彼女たちを部屋まで案内してあげて。わかりました。お？どなた様でしたっけ？兄様？会った人にいきなりそれは。ああ、でも。ああ、そんなこともあったような。思い出したわ。風のマナーをいきなり呼んだあの無礼な貴族。兄様、何やってるんですか。そうですか。カリン様のところにいる天からの使いって、あの時のお兄さんのことだったんですね。
そういえばあの頃の陳竜の獅子って曹操様だったわよね。大陸を回って見聞を広めていたのですよ。女の旅は何かと物騒ですから。あなたのような方もいますし。ああ、りんちゃんは偽名でしたけど、ふーは偽名じゃないですよ。素晴らしい夢を見たので、それに倣って士官が叶った時に改名したのですよ。せいちゃんは優秀のあたりで別れましたよ。ロギンがなくなったからちょっと仕官してくるとか。あれ？優秀って確か高孫さんさんのところじゃありませんか？そうみたいですね。縁があればまた会えるでしょう。ちょっとやそっとで死ぬような人物ではありませんし。ですね。はーい、よろしくなのです、お兄さん。別にあなたのために働くわけではないのですよ。私は曹操様のために。何ですか？ああ、お兄さんもフーたちをマナで呼ぶことになってましたよね。気使わないでいいですよ。嫌なことだったからあんまり覚えてないですし、今は別にそこまで怪しい人とか思ってませんから大丈夫ですよ。そういえばそうですね。それはそんな恐れ多い。そうですか。ではカリあ